こんにちは。リトルピープルです。家庭菜園にぴったりの植物たち紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。こんにちは。リトルピープルです。今回はベランダのプランターで行う秋のじゃがいも栽培のコツについてお話ししたいと思います。あることを怠るとじゃがいも栽培は失敗に終わります。もちろん大きなじゃがいもも数も収穫できません。初心者の方は必見です。じゃがいもは春と秋の2回植え付け、収穫時期があります。春は3月、4月中旬くらいまで、秋は8月下旬、9月末くらいまで。初心者に向いているのは春の植え付けです。秋の植え付けは以下の理由などから栽培や収穫が少し難しくなります。種芋の販売期間や植え付け期間が短い夏、秋の暑さで種芋が腐りやすい、冬の寒さが早く来るとじゃがいもが大きく育ちにくいなど、秋植えじゃがいもはポイントを押さえた栽培をしないとうまく育ちません。今から言うポイントを守って栽培すれば大きなじゃがいもを収穫できると思います。これからじゃがいも栽培やってみようという方は必見です。秋のじゃがいも栽培のポイント。ポイント1、秋植え向け品種を選ぶ。春植え専用品種ではうまく育たないです。ポイント2、種芋はなるべく切らない。厚さで切り口から腐敗しやすいです。ポイント3、植え付け時期を守る。適期はとても短いので注意です。ポイント4、収穫は十分に茎、葉が枯れてからです。茎、葉が元気なら芋は太り続けます。ポイント5、芽出しをする。ポイント6、土寄せする。ポイント7、芽かきをする。先ほどのポイント7個の中でどれかを怠るとじゃがいもが大きくならないし、たくさん収穫できません。皆さんはどれだと思いますか？実は一番重要なのはなんと8番目の土寄せです。これについては後ほど説明します。秋じゃが栽培の流れをプランターの場合で説明します。1、栽培方法。秋作に適した品種を選び、時期を逃さず植え付けます。秋じゃがの栽培では秋植えに適した品種を選び、地域に適した時期に植え付けをすることがポイントです。栽培に適した品種を植えないと芽出しが遅れ、その後の霜や寒さで枯れてしまいます。また植え付け時期が早いと暑さで種芋が腐敗し、芽が出なかったり、青枯れ病にかかりやすくなります。一方、植え付けが遅れると生育後半の寒さで芋が十分に大きくならず、収量が少なくなるので注意が必要です。要するに植え付け期間が短いということです。早すぎてもダメ、遅すぎてもダメなのが秋植えじゃがいもの欠点です。2、種芋の準備。小さい種芋は切らずに植え付けて腐敗を防ぎます。じゃがいも1個丸々使います。一般的に種芋は大きいほど初期生育が良く、茎数が増え、芋数が多くなります。秋じゃがの植え付けは暑い時期に行うので、種芋を切って植え付けると腐りやすくなります。そのため 50g 以下の種芋の場合、できるだけ切らずに植え付けると腐敗は少なくなります。50g 以上の大きい種芋を切って植え付ける場合は、各辺に芽を均等につけるため、芋の頂部を中心に切断します。その後、風通しの良い場所で2日程度置き、切り口を十分に乾燥させてから植え付けます。その際、切り口にじゃがいもシリカ、土壌改良剤をつけて植え付けると腐敗しにくくなります。ちなみに、芋の切り方を詳しく説明すると、芋の頂部、ストロンの反対側の芽は優勢、腸が優勢であり、芽の数は頂部に多く、ス
ストロンの付け根に少ないので、白切片に頂き部の優勢な芽が必ず入るように、頂き部からストロンの付け根にかけて切ります。切り分けた芋は、2日、3日、風通しの良い日陰で乾かすか、草木灰などを切り口につけて、植え付け後の腐敗を予防します。また、これも初心者がやりがちなのですが、食用のじゃがいもを種にして育てると、ウイルス病にかかって生育が悪かったり、収穫できない可能性があるので、うまく育たないことが多いです。園芸店や種苗店で専用の種芋を購入して植え付けましょう。良い種芋の選び方。良い種芋、皮に針があり、芽が分散しているもの、剥ける向かない種芋、皮にシワが寄って、芽が一箇所に集中しているものは、良くないです。植え付ける前に下準備を行います。それは、種芋の芽出し、緑黄彩画を行います。要するに、種芋に光を当てて芽出しを促します。植え付けの1ヶ月前に種芋を半日日か、早朝日光に当て、丈夫なわかめを伸ばします。20度 C の暖かい場所に乾燥しないようにペーパー等をかけて芽が出るのを待ちましょう。これにより、発芽が早くなるため、収穫時期を早め、茎数を増やすことで収穫量も増します。これを2週間くらい行っていると種芋から芽が出てきます。緑色や赤、紫色の硬い芽が出てくれば OK です。芽出しは必ずしも行う必要はありませんが、芽出しをすると種芋をそのまま植え付けた時よりも発芽が揃って、その後の生育がかなり良くなります。緑黄彩画のメリット。1、芋に芽を出させることで、1芽の出方が悪い種芋を選別できます。2、植え付け後の生育が促進されます。3、萌芽が7、10日早まり、収量の増加と芋の肥大が期待できます。4、茎は太く丈夫に生育し、徒長が少なくなります。メリットが多いので、行った方がいいです。3、土作り。植え付けの方法。種芋の植え付け、底石用の軽石をネットに入れて、軽く水で洗いプランターの底に薄く敷いてください。それから、土をプランターの半分の深さまで入れてください。もう一度言います。半分ですよ。ここ重要です。後で、必ず土寄せという作業を必ずしなければなりません。種芋の向きは、芽がよく出ている方を上にして、種芋の間隔は20、30センチメートルで、5、7センチメートルほど土をかぶせて、軽く手のひらで押さえておきましょう。元肥タイプの培養土を使わない場合は、種芋の間に肥料を 30g ほど撒いて、5、7センチメートルほど土をかぶせて軽く手のひらで押さえておきましょう。最後に、プランターの底から水が出るぐらいたっぷりと水をあげて終了です。芽かき、ポイント。芽かきは、大きなじゃがいもを育てるために大切な作業です。芽かきによって、ストロンの数を制限することで、栄養が分散されずに大きなじゃがいもを作りやすくなります。芽かきとは、じゃがいもから生える芽を途中で刈り取ってしまうことです。じゃがいもは、放っておくと、どんどん枝葉が伸びて生い茂ってしまいます。すると、栄養分が実に行き届かず、実が大きくなりません。じゃがいもを大きくするためには、芽かきが必要不可欠なのです。タイミング、一つの種芋から芽が3、6本出て、丈がだいたい8、15センチメートルくらいになったら行います。方法、丈夫そうな芽を1、2本残して、あとはすべて取り除きましょう。じゃがいもの芽かきを行う際は、地面をしっかり押さえて、取り除く芽を横に倒すように引き抜くのがコツです。土寄せ、増し土、1回目、芽かきと同時。ポイント、土寄せは、株の根元に土を寄せてかぶせることです。増し土は、土の量を増やすことです。土寄せと増し土をすることで、水はけと通気性が良くなり、
芋の腐敗や病気を予防することができます。増し土をしないと、大きくなったじゃがいもの実が露出して日光を浴び、緑色に変色して品質が劣化する原因になるので注意が必要です。方法、株の根元に新しい土を5センチメートルほど足し、株元に土をかぶせて軽く押さえます。増し土を行うことで大きな芋が生育するスペースを作ります。なぜ、土寄せ、土増しと、くどくど何度も言うかと言いますと、ここが重要だからです。理由は、結論から簡単に言いますと、種芋から出た茎に、新しいじゃがいもができますが、種芋の上から地表の間に、新しいじゃがいもは、できます。この地表と種芋の間に、新しいじゃがいもが、太れるスペースがないと、窮屈で大きくなれないからです。最悪地表に、新しいじゃがいもが顔を出してしまいます。ここに太陽の光が当たると、緑化して、毒物であるソラニンができてしまいます。こうなると、食べられません。土寄せ、増し土、2回目、つぼみがつき始めたら行います。方法、ポイント。これから説明する、土増し、土寄せは、じゃがいも栽培の肝です。これを怠るとじゃがいも栽培は失敗します。増し土は10センチメートルくらいたっぷりと行いましょう。さらに、じゃがいもが土から顔を出さないようにしっかりと土寄せします。種芋の上に茎が伸び、その少し上からストロン、ほふく枝が出て、その先に新しい芋ができます。したがって土寄せをしないと芋が大きくならないばかりか、直接日光に当たってしまい緑色の芋になってしまいます。芽かき時に5センチメートル程度、地上部が30センチメートルぐらいの大きさになった時に、さらに10、15センチメートル程度の土寄せを行うようにしましょう。プランター栽培でのじゃがいもの土寄せでは、ストロン、ほふく枝を傷つけないように注意が必要です。ストロンは、種芋の近部の茎から伸びる脇芽のことで、じゃがいもはこのストロンの先端に作られます。土寄せをするとき、ストロンを覆う程度の深さに土をかぶせます。土寄せの時期は、出荷後20日ぐらいで、肥大を開始し始めた株が半分になった頃です。春植えなら4月頃、秋植えであれば9月下旬、10月上旬頃を目安にすると良いでしょう。土寄せは根っこを拡大し、雑草を減らし、転倒を少なくします。また、内部の生理障害、緑化も収穫作業時の傷を減らします。土寄せは1回に多くの土をかけると、芋が肥大する部分の地温が上がりにくくなるので、2回に分けて行うのが理想的です。土寄せが不十分だと、芋が露出して緑色になる原因となるので、しっかり株元に土をかけるようにしましょう。緑化すると、ソラニンという毒素が増え、食べられなくなることもあります。じゃがいもが大きくなってくると土から出てしまうことがあります。太陽光に当たると緑色になり有害物質であるソラニンの含有量が増えるため、土から出たじゃがいもは土寄せをして埋めるようにしましょう。緑色になったじゃがいもはソラニンを多く含むため、食中毒を起こすので食べないようにしてください。花が咲いたら取ります。花が咲くと種ができ、トマトのような実がなります。大きな影響はありませんが、じゃがいもの成長に必要な栄養分が実の方に取られてしまうので、できれば花は取り除くようにしましょう。肥料について、プランターで栽培するじゃがいもの追肥は、芽かきと花のつぼみがついた頃の2回行います。1回目の追肥は、植え付けから20日程度経過した芽かきと同時に実施します。この時期に根の肥大化が始まるため、栄養が不足しないように追肥すると、芋を大きく育てることができます。プランターの場合は、株と株の間を中心に、
化成肥料を15、20g ほどまきます。2回目の追肥は、つぼみができ始めた頃の芽かきから2週間、3週間後に行います。株と株の間を中心に、プランター全体に化成肥料を15、20g ほどまきます。追肥の際は、元肥として使ったものと同じ肥料を利用するのがおすすめです。ただし、窒素、N、成分が過剰になると葉が茂り、芋に栄養が回らなくなるので与えすぎには注意してください。また、花が咲く前に葉の色が悪くなったら肥料切れのサインですので、液体肥料を与えて足りない栄養を補う必要があります。プランター栽培の場合、特に肥料切れを起こしやすいので注意してください。収穫、タイミング、花が咲き、数週間後に花が咲き終わると、葉や茎が黄色く枯れ始めます。これが収穫の合図です。雨が続いている時期の収穫は、芋が腐敗しやすく貯蔵性も悪いので、晴天が2、3日続いた後、天気のいい日の収穫がおすすめです。収穫した後は、半日程度日光に当てて芋の表面を乾燥させてから、日の当たらない場所で保存するようにしましょう。ポイント、何度も言いますが、じゃがいもの芽や緑色に変色した実の部分は、ソラニンという有毒アルカロイドを含むので注意が必要です。少しでも気分が悪くなった場合は、すぐ食べるのをやめましょう。収穫後のじゃがいもでも、日の当たる場所にずっと置いておくと緑化します。芋は日光に当たると緑化し、食中毒やえぐみの原因となるアルカロイドを生成するので注意します。病気にかかってしまったじゃがいもも収穫しないようにしましょう。まとめ、じゃがいも栽培の重要ポイントは、結論から言いますと、土寄せ、盛り土、芽出しです。土寄せ、土増しによって、じゃがいもが肥大するためのスペースを作ってあげることが重要です。これをやらない方が多く、小さいまま数だけ多いじゃがいもを収穫しがちです。これを怠ると、大きなじゃがいも、収穫は、あまり望めません。なので、以上のポイントに気をつけて栽培してみてください。美味しいじゃがいも、大きなじゃがいもが収穫できたらいいですね。以上が、秋植えじゃがいも栽培のポイントとコツです。春じゃがいもより、植え付け期間が短い分、若干難しくなりますが、収穫できた時の感動と喜びはひとしお違います。頑張ってみてください。これからも植物栽培、家庭菜園について情報発信していこうと思います。できればチャンネル登録もよろしくお願いします。